国ソウル地下鉄ペヒョン駅。着いたソウル駅とミョンドン駅の間ペヒョン。さて今日行くところは携帯反対やった。こっちか。よし行こう。このペヒョン駅を出てふと振り返ってみると、そこには新世界ペッカ城。日本語では新世界やねんけど、俺の大阪の地元で同じ名前の場所あるけど全然ちゃうねん。あそこは大阪のやからな。さて駅出てまっすぐなんか書いてある。鳩に餌をあげないでくださいって書いてんねんけど、旗がなびいてもうなんか鳩がくれ言うてるように見えんねんけど、そうこの辺は南大門市場だから、外国人観光客もたくさんおる。ファッションタウン、子供服通りか。こっち俺の行く方向も多分こっち。よし市場に入るで。一方通行、俺のことや。マンホールか思ったらなんか書いてある。考えてみれば久々の南大門市場や。楽しみやな。またなんか書いてある。この辺はさっきも書いてあったように子供服専門のお店が並んでる。クマちゃん、ここにもクマちゃん。ほんでこれ何？わあ小さで可愛らしい服いっぱい並んでるやんか。まあ俺が来たら変態になってまうけどな。キャラこっちっぽいねんけど、まあ地図的にはこっちやな。南大門は大きいから迷ってまうわ。ただこんな裏路地通っていくのも市場の醍醐味。だんだん市場っぽい雰囲気になってきた。婦人服、まあこれ来たらまた俺変態になってまうわ。路地を抜けると市場、反対側も市場。すごい南大門市場っぽい雰囲気になってきた。なんか遠くからずっと見られてるな思ってたらメガネ屋さん。昔はよく韓国メガネ安いから言うて作りに来る人も多かったよな。今はどうか知らんけど、俺もともと目良かったのに最近めちゃめちゃ悪なってきたんよ。まあ、編集ばっかしてるからやと思うけど、かすんで見えへんねん。年齢やで。もう失礼なこと言わんといて。そんなまだほらこれ見えるから、4本に見えるかなと思わせて2本やから。うわーご飯あれって視力測るやつちゃうやろ。ただのゲームやろ。さあこっち、腹減った。着いた。早くもっこしその名も何でもマシヌンサムギョプサル。美味しいサムギョプサルそのまま日本のお客さんも多いんかな。日本語で書かれてる。営業時間が短いから全員揃ってからでしか入店できないと。まあだから席だけ取るのはダメよってことね。人気店の証拠やん。まあ言うても俺は同行者おらんよ、一人やからなんて思いながら入店です。こちらのメニューも至ってシンプル。サムギョプサル、コチュジャンサムギョプサル、ご飯、チャーハンのみ。店内では店員さんが手慣れた手つきで肉を切っておられる。1000個切り全部食べたいなこれお肉は人数分注文してください。ははん試されてるなこれは。じゃあ注文していこう。 삼겹살 3인분. 3인분이요? 네, 기본으로 드릴까요? 네네. 네. 그리고 진로 하나 주세요. 진로 한 명. 예. 3人前頼んだったねテーブルの上にはコンロ1台、それと鉄板から流れる油を落とす紙コップ、そしてトング。もうなんかこれだけで老舗感がすごいねんけど。きた！ガマちゃん掴んでぐる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 。市場の中で鳴き声が響いてるぜローリング。ほんまにこの店市場のど真ん中にあるからな。やはりサムギョプサルには焼酎。ペロリ。この何とも言えない老舗感をつまみに一杯。なんだい溢れる活気に脱ぐコート。ありがとうございます。染み渡るなんて思いながら用意してくださった基本のおかずは無洗チェ、キムチ、ネギキムチ、ネギの和え物、網の塩辛に味噌だれ、そしてニンニクに唐辛子、あとはサンチュ、エゴマの葉っぱにわけぎ。これわけぎやんな。へえうまそう。とりあえず口になんか入れたいなと思ってるけど、もう決まってんねん。このネギキムチ出てきた時から気になってたんよ。見ただけでよだれが出てくるわ。だいたい最初からいっぱい取るからこうなんねん。でもこのネギキムチめちゃくちゃうまいがな。歯ごたえと酸味が絶妙なんて思ってたらやってきました。おそうぞ。
流れる油に俺は溺れた。落ちる油の音でも癒される。そして俺の右手にはトング。このお店はある程度お肉を焼いて持ってきてくれる。だからちょっと時間かかったんか。この上で少し温めて食べてくださいと。了解。もうええ感じやないか。じゃあ箸に持ち替えてお肉を2切れ。ピカピカと光るこのサムギョプサル、夫婦をしながら見てるだけでも満足感がある。嘘、そんなことあるか。一口。ピカピカと俺の目に見えてたものはサムギョプサルの油ではなく無数の流れ星やったんかいな。見た目は何の変哲もないサムギョプサルやのに、なんでこんなうまいんや。肉の臭みも一切なく、プニプニとした食感の中に隠れる肉汁。肉を食べてるという満足感も味わえる。あかん、もうこれはノンストップで飲まなあかんやつやわ。そんな間にも追加で運ばれてきたもやしスープ、熱々。お肉を入れたら次はおかずが欲しくなる。ネギの和え物、適量をとって口に入れる。いやちょっと待って、ここの店おかず全部うまいねんけど。いやそうなったら止まらんで俺。また2切れ。もうこれはサムギョプサルじゃなくて6やで6。次は出てきた時から気になってたこの味噌だれ。そんなロプギョプサルを一口。いやちょっと待って、しょっぱいんかななんて思ってたけど、これもお肉によう合う。味噌の風味でお肉の味に広がりを見せ始める。次はキムチ。一口食べたらすぐ分かってまう。うまっ。いやもうこれおかず全部作ってはりますよね。いや社長素晴らしいですわ。うまいおかずがあると我慢できひんねんな俺。ガマちゃん、お前にもこの味を味わわせたい。ふきふきふき。しんどい時泣くのは三流、我慢するのは二流、食べるのは肉類。肉類。うわー面白い。俺の頭の上に書いてある。そうやでみんな、しんどい時は肉類食べなあかんで。肉類。次はサンチュをつかむ。サンチュの上にお肉を寝かせてあげ、エゴマの葉っぱ、そしてワケギ。こうサムの中にワケギがあるっていうのも結構珍しいよな。結構俺好きなんよ。こうやって見てたらパクッといっちゃうのよね。そんなかじってしまったワケギをこの味噌だれにつけてあげる。それも落ちないように寝かせてあげる。まだや、ニンニクないと。ちょこんとそれを丁寧にぐるぐる巻き巻き。まあ丁寧にはなってないけど。ちら。そんな肉類食べる俺は人類だ。これ全然うまくいけんかったやんか。焼き食いじゃん。こうやって巻いて食べてもうまい肉はうまい。わけぎのツーンとした辛さもちょうどええ。次は網の塩辛。少し掴んでお肉の上に乗せてあげる。こうなったらこれはもう海鮮類だ。もうほんまやめとか。あれ見てからとドツボにはまりすぎてるで。そんなことばっかり考えてるから網の塩辛乗せすぎてしょっぱかったやんか。何してんねんほんまもったいない。ガマちゃんを飲む言い訳ができたと自分を慰めながら一杯。テンション上がってもうだいぶ食べ過ぎたけど、とりあえず服脱いでいこう。よし、次もまた巻いて食べていこう。サンチュとエゴマの葉っぱを2枚ずつ。そしてワケギ。これ結構裏技やで。ワケギスマッシュ。そしてサムギョプサルもいつも通り2枚構成で。おかえりなさい。そして俺が葉っぱ類を2枚ずつ取ったわけ、それはおかずを入れたいからや。ネギの和え物、これちょっとねもう量考えなあかんから。どうぞどうぞ。でやっぱりこれも入れなあかんやろ。ネギキムチ。よし。いやよしやないでこれ。だいぶ大きいやろ。いやもう角みたいなの生えてきてるし、もう毎回やねん。入れすぎる。欲望の塊。一口でいけるかなこれ。あかんわ。怖いな。一口。口の中からわけぎがちょこっと出てるけど、それも押し込む。食べてたら目についた。チャーハン用の肉最低でも 5,6 枚残してください。絶対ですよ。ごくり。そうか、チャーハンするには肉 5,6 枚残さなあかんのか。5,6 枚メニューにもしっかり書かれてる。ガマちゃん 5,6 枚残さなあかんねん。5,6 枚か。今の鉄板の上の状況、まだ余裕はあるよね。じゃあ平気。よう見たら全然余裕やん。じゃあ次はやっぱりここおかずうまいからおかずと一緒に食べよう。ネギの和え物、そして次はキムチかな。とりあえず合体。視線を感じるな。やっぱ外されへんよね。個人的にはここのネギキムチめちゃめちゃ好き。それも合体。そしてやっぱり彩りも考えてな。唐辛子を味噌だれにつける。それも頂点。
カモン。いやもう見た目からええやん。もう一度頂点に唐辛子乗せて大きく一口。遠くの方から鳴き声が聞こえる。ガマちゃん。こんな狭い店内の中で耳に手当ててんの俺しかおらんで。飲んでは食べ、食べては飲む。あ、そうや。焼酎の苦みがかすかに残る口にもやしスープも入れていく。中には俺の好きなもやしもたっぷり。おっと目に入ってもうた。ビヨンになってもうたから。目をつぶりながらでも口は動く。ああ、これはええ箸休めや。この店は本館と別館があって、俺が今座ってるところは本館。このすぐ横に別館がある。ただ別館はブレイクタイムがあって、その時間帯は本館でのみ営業している。不思議なことに外は外国人観光客でいっぱいやのに、店内には外国人観光客はおらん。一見こんなとこに店あるとは思わんからな、みんな。けどそんな雰囲気のこんなお店がええのよ。そんな俺は魔術師のように右手左手使って食べていく。ニンニク、ネギキムチ、ネギの和え物、フルコース。巻くというよりねじり込む。はい、量多いから。そしてフルコースのお供に気合の一杯。ん？落ち着こう。1、2、3、4、5。これは1個に入りますかね。まあでも最低でも5、6枚言うてたし大丈夫やと思うねんけど、この小さいの1個としてカウントしてくれるかどうかやな。 볶음밥 하나만 주세요. 注文してすぐ店員さんがネギの和え物と肉を取っていく。あれ、そうか、これは1個ではないわけですね。そりゃそうや、これ1個なわけあるわけないやんか。いや分かってたよ、分かってたけど、まあそうなったら遠慮なく食べさせていただきますなんて思ってたら、向こうの方からチャーハン持ってきてくれました。来たで来たで、今日のデザート。ほわっとええ匂いも漂ってくる。じゃあとりあえずワンスプーン持ち上げる。そのまま目の前でフーフー。そして一口。いやこれ絶対おすすめ。めちゃめちゃ香ばしいねんけど、笑いも出てくる美味しさ。立て続けに手は動き出す。一粒もこぼさないように注意深く食べていく。そしてそのまま手はネギキムチ。このコンビネーションは最高やで。口の中でどちらがうまいか戦いが始まる。あ、そうや。まあちょっと水気あるからここではちょっと振り払ってと。あ、親父の次はお前か。さっき俺は5、6枚残さなあかんとか言ってたけど、もし食べ過ぎて残ってなかったらお肉を半人前だけ頼むこともできる。なのでもしお肉が残ってなかったらチャーハンを諦めずにお肉を半人前だけ頼んでいただきたい。これがチャーハンオールスターズ。中にはおかずもたくさん入ってる。体が勝手に動いてしまう。左右に動く。もちろんキムチも。チャーハンの横にはいつも笑顔で寄り添うキムチ。細かく刻んで中に入れてくれたこのお肉。それを感じたくて口の中に入れていく。細かくなってもこの顎で感じる肉の食感。チャーハンとおかずの往復作業。こんな雰囲気の中、サムギョプサルを食べた後のこのチャーハンもまた格別。そんなチャーハンだからこそご飯を一粒たりとも残したくないこの男。さてそろそろこいつも最後の一杯ぐらいになってきたな。うまいサムギョプサルにはやっぱりこいつがよく合う。だから最後の一滴まで。こんな時間帯でも店内はよくにぎわってる。そんなにぎわいを感じながら最後の一杯。しかもここはお水ではなくお茶を出してくれる。いや最近ほんまお茶とか出るとこ少なくなったから、こういうところからもお店のこだわりを感じることができる。最近多いねんって。全部食べてから気づくから、最後なんかエンディングがぐちゃぐちゃってなってまうから嫌やねんて。あれさっきお茶飲めへんかったっけ。いやこれ違う、油や。あぶねえ、何台も市場で倒れるとこやったで。ペヒョン駅にあるお店の名前もズバリマシヌンサムギョプサル。お店の名前の通りほんまにうまい店やった。しかも老舗感が半端ない。俺大好き。
いやー大満足や。市場の通りに出たら中川家礼二ウォンカバ中川家の礼二さん、いやうちの会社の先輩の芸人さんなんですけど、めちゃめちゃ有名な芸人さんやからな。韓国で店始めたんですか？ほんでまた日本語でなんか書いてある。豚のサングラス、いやそっちも気になんねんけど、その下イテウォンクラスパクセロイサングラス。俺髪の毛パッツンにせなあかんのんちゃうかな、そのサングラスかけんやったら。てかなんかパクセロイサングラスのイメージあったっけ？いや俺あんまり印象ないねんけど。いやでもそのサングラスかけたら俺もパクソジュンさんみたいにかっこよくなれんのかな。いやでも髪の毛パッツンにせなあかんからな。昔中学の時やっててマッシュルームって言われたことあんねんけど、いやマッシュって言われてた。そんな苦い思い出を胸に今日の食物語はこれでおしまい。잘먹었습니다